韓国やアジアだけに止まらず、世界中で高い人気を誇る BTS。個性豊かな7人のメンバーが魅力ですが、その中の良さや相乗効果は、他に類を見ないグループです。多くの人の中から奇跡の7人を選び抜き、BTS の生みの親となったパン PD。なぜ、今の7人が選ばれたのか、今回は BTS の誕生秘話に迫ります。パン PD はどんな人？グローバルスターへの階段を一気に駆け上った BTS を育てたのが、天才プロデューサーと呼ばれるパン PD。まずは、パン PD がどんな人物なのか見ていきましょう。本名はパン・シヒョク氏。幼い頃から自他ともに認める天才だったと言われています。勉強が一番簡単だと思っていたパン PD は、韓国一の名門国立ソウル大学に入学。エリート街道を歩んでいました。大学在学中には、積極的に音楽活動に取り組むも、勉学も怠ることなく、なんと自責で卒業。さらには、音楽の才能も開花。作曲活動をしていたパン PD は、パク・ジニョン氏から声をかけられ、共に楽曲制作に携わることになります。ちなみに、2人は1972年生まれの同級生です。パク・ジニョン氏とは、TWICE などの有名アイドルが所属する韓国の大手芸能事務所 JYP エンターテイメントの設立者。パン PD は8年間 JYP で楽曲制作やプロデュースに携わっています。まるでドラマのように華々しい世界ですね。エリートという他言葉がありません。その後パン PD は独立し、ビッグヒットエンターテイメントを設立。当時、無名の事務所からデビューが決まったのが、今、世界を舞台に活躍する BTS、防弾少年団の7人です。彼らを育て上げたことは、まさに世界的な大成功と言えるでしょう。デビュー前のメンバーのどこを見て、パン PD は結成したの？7人で防弾少年団を結成させると決めたことや、世界に通用するグループとしての方向性、SNS を巧みに使った新たな広報戦略など、今の BTS が出来上がるまでには、様々な苦悩があったはず。他にも練習生がいる中で、一体、どうして、今の7人に決めたのでしょう。パン PD にとって何か光るものを感じたのでしょうか。パン PD によるメンバーの選考には、技術や才能、センスはもちろん人柄も重視されたと言われています。これはメンバーを見れば納得ですね。この点は以前一緒に仕事をしていたジニョン氏の影響もあるのかもしれません。日本で話題となった20メンバーのオーディション企画を見られた方には想像しやすいと思いますが、ジニョン氏は人選にあたり人柄を重要視しています。良い歌手である前に良い人であってほしいというジニョン氏の思いがあるようです。以前パン PD はプロデュースのすべてはパク・ジニョンから学んだと公言しているため、自身の事務所の人選でも人柄を重視したのかもしれませんね。それでは、そんな天才プロデューサーパン PD のお眼鏡にかなった BTS メンバーの当時の様子を振り返ってみましょう。選ばれた7人はどんな少年で、どんな練習生だったのでしょうか。ジン。まずは、BTS の長男ジン。もともと俳優を志望していたジンを、アイドルの世界へと誘ったきっかけがスカウトです。昔から容姿端麗だったジンは、中学生時代にも、SM エンターテイメントからスカウトを受けていました。SM エンターテイメントといえば、東方神起や少女時代が所属している大手事務所。ジンは、このスカウトを信用できず、詐欺だと思い断ってしまったようです。まさかそんな大きい事務所が、なんて思ったのかもしれませんが、事務所側からすると逃がした魚は大きいでしょうね。そんなジンのことを、他の事務所が放っておくわけがありません。大学通学中にバスから降りた姿を目にしたビッグヒット関係者から再度スカウトを受けることとなります。その方には特別手当を出してあげてほしいです。
こうして当時まだ無名だった事務所に入ることになったジン。俳優志望だけあって歌もダンスも未経験だったため、かなりの努力を重ねたようです。そういった努力を惜しまない性格もバン PD の目に留まったのかもしれません。そんなジンの人柄はグループの長男としても非の打ちどころがありません。完璧なまでの人選です。K-POP では長男によってグループの色が変わると言われるほど重要な存在。上下関係の厳しい韓国では年上を見て学ぶことも多いのでしょう。今やジンの下で育った弟6人は思いやりのあるまっすぐな青年に。これは本当にジンの影響が大きいような気がします。長男という重要な役割をジンに任せたバン PD、さすがすぎます。もちろんビジュアル担当としても期待通りの活躍だったに違いありません。キュートにもクールにも振る舞えるワールドワイドハンサムなジン。しかも頭の回転が速く MC やバラエティも難なくこなしてしまいます。バス停で出会えた上に今度は詐欺だと思われなくてよかった。シュガ BTS の次男がシュガ、メンバーきっての苦労人でもあります。プロデューサーとしても BTS を支えるシュガは13歳の頃にはすでに楽曲制作に携わっていたようです。17歳にはスタジオでアルバイトをしながら楽曲制作や音響機材の扱い方などを学んでいます。10代の頃からラッパーとしてアンダーグラウンドで活躍するも生活は厳しかったそう。しかし音楽を愛していたシュガは第1期ビッグヒットオーディションに自作曲を携えて参加。自分のようにアンダーグラウンドで活動する人にいい影響を与えられるかもしれないと決意したようです。オーディションの結果、見事2位通過で練習生となったシュガ。しかし、シュガはバン PD に騙されたと明かしています。その理由はダンス。バン PD から踊れなくてもリズムに乗るくらいで大丈夫。ラップを頑張ろう。と言われていたシュガでしたが、デビュー目前でグループのコンセプトが変更。BTS はまさかのヒップホップアイドルグループに決定したのです。しかもダンスがどのグループよりもハード。契約前に説得のために僕を騙したんだ。とバン PD に直訴するシュガ。しかしバン PD はBTS にはそれだけシュガが必要だと判断したはず。来世は医師になることを望むシュガには申し訳ないですが、現世では騙されてくれてよかった。笑いながらシュガの話を聞いていたバン PD は、私が聞いた話だとダンスの練習をもっと増やす必要があるみたいだねと辛口のコメントを残していました。厳しい。本来プロデューサーとして裏方の仕事を志望していたものの、こうして急遽アイドルに挑戦する運びとなったシュガ。メンバーと共に困難を乗り越え、今では死ぬまで BTS でいると思いますと公言しています。アーミーが一番嬉しい言葉ですね。もしかするとバン PD はシュガをプロデューサーとしてもメンバーとしてもグループを支えていける存在になると思っていたのかもしれません。J-HOPE。そして三男は BTS の希望 J-HOPE。パフォーマーとしてのセンスはまさに一級品。J-HOPE にしか表現できないダンスやラップを生み出しています。BTS の振付チーム長を担う J-HOPE は幼い頃からダンスに打ち込んでいました。ビッグヒットに所属するより前からスマイルホヤという愛称でダンスチームに所属しており、ダンスバトルや大会などで優勝した経験も。当時から柔らかい体を生かしたしなやかで芯のあるダンスを得意としていたようです。生まれ持った才能だけでなく、スキルが上達するまで練習を続ける努力家だったと言われています。ビッグヒットの事務所関係者がオーディションへ訪れた時、休憩時間も一人でダンスを続ける J-HOPE を見てスカウトしました。BTS は
メンバーが努力家なことで知られていますが、バン PD が人選の際に大切にしたポイントの一つなのかもしれませんね。個々の成長はグループにもいい影響を与えるはず。そんな J-Hope はもともとボーカルデビューの予定でしたが、急遽ラッパーに転身することに。ラップラインであるシュガと RM はラッパー出身ですが、J-Hope はほぼ未経験。実力のある2人に囲まれて大きなプレッシャーもあったはず。しかし J-Hope はダンサーだけでなくラッパーとしてもめきめきと実力をつけていきます。見えない努力を積み重ねてきたのでしょう。彼のキャッチーなラップは BTS に欠かせません。そして J-Hope といえば BTS の中間管理職。お茶目なマンネラインの面倒をしっかりと見ながら票を立てることも忘れません。そして同い年であるリーダーを陰ながら最も支えており、RM からも僕じゃなければリーダーは J-Hope に任せますと信頼が厚いです。J-Hope はまさに理想の中間管理職。一番大変な役回りですが、自身の天真爛漫な性格でグループを明るく照らし、6人を支えています。もし、そんな J-Hope の人柄まで見ていたとしたら、バン PD 恐ろしいですね。RM。四男は絶対的リーダーの RM。シュガと同じく、練習生になる前から、アンダーグラウンドでラッパーとして活躍していた RM の才能に惚れ込み、この子は絶対にデビューさせなくては、とバン PD に思わせたことが全ての始まりです。バン PD は2014年のインタビューで BTS を作ったのは RM のためだと話し、出会ったその場で契約を交わしたと明かしています。しかも RM はこの時まだ中学校3年生でした。当時から RM のラップの実力がどれだけ突出していたのかがわかります。そのためメンバー内で最も練習生時代が長かったのは RM で、約2年9ヶ月後にデビューを果たします。つまりバン PD との付き合いが一番長いのも RM ということですね。きっと2人には共有する多くの思い出があるのでしょう。頭脳明晰な RM はリーダーとしても BTS を支えています。流暢な英語力だけでなく、BTS の楽曲の歌詞からも垣間見ることができる思慮深い言葉の数々。RM だからこそ生み出せる言葉の力はアーミーを癒し、元気づけ、時には考えさせてくれます。救われることもありますね。BTS のメッセージには RM の温かく存在感のある言葉が欠かせません。リーダーとして計り知れない重責を背負いながらも、バン PD の期待以上に BTS を全うしてくれているように感じます。無理だけはしないでほしいものです。また、メンバーと過ごす時の不器用な一面も RM の愛らしい魅力。6人と一緒にいる RM の姿は肩の力を抜いているように見えます。優しいメンバーに囲まれて自然体でいられる場所があるのだと思うと、アーミーも安心できますよね。人選の際、人柄を重視する大切さがよくわかります。ジミン。五男がジミン。RM とは対照的に、最も練習生時代が短いメンバーです。練習の虫と呼ばれるほど努力家なジミンは、練習期間を少しでも埋めるために、睡眠時間を約2時間半まで削って練習に打ち込んでいました。ジンは死なないだろうかと心配したと言いますが、本当に倒れなくてよかった。そしてジミンといえば、釜山芸術高等学校という難問校を首席で入学していたエピソードが有名です。それほどまでの現代舞踊の腕前を持っていたジミンですが、自らの夢を追いかけ、ビッグヒットのオーディションに参加。この時高校の先生に背中を押してもらったことを明かしています。アーミーにとっても恩師ですね。しかし、練習期間が短かったことから、ジミンが BTS のメンバーに入ることには、一部否定的な意見もあったそう。
それでもめげることなく練習を重ねたジミンのことをバン PD は見ていたのかもしれませんね。ジミンの艶やかなダンスや唯一無二の高音ボイスは BTS を語る上で外せません。バン PD の裁量ももちろんですが、それに応えようと、夢を叶えようと努力するメンバーの力も素晴らしいです。また、ジミンを支えた親友テテの存在も大きかったでしょう。7人の中に、クサズとクオズという全く違う色を持った同い年コンビがいることも、メンバーのバランスをうまく保っているように思えます。そういったグループ全体の人間関係にも重きを置いていたのかもしれません。テテ。六男は当時やんちゃだったことで知られるテテ。オーディションを受けたかったものの、両親から反対されて一度は断念。しかし、友達の付き添いで行ったオーディション会場で、ビッグヒット関係者に声をかけられ、改めて両親を説得しました。その後の非公開オーディションを受けて唯一合格し、BTS の秘密兵器として非公開練習生に、非公開という点について、バン PD は魅力的なビジュアルと声を持っていたので、他の事務所に引き抜かれることを危惧したと明かしています。ごもっともです。アジアに止まらず、世界規模で1位を得るテテの圧倒的なビジュアルは、事務所としては手放せないですよね。さらに高音ボイスの多いボーカルラインの中で、テテの深みのある中低音は貴重。グループの幅を広げてくれる大切な存在です。しかし、非公開メンバーのため、デビューするまで一切メディアに露出することが許されなかったテテ。他のメンバーが Vlog や SNS などで公開されていく中、最後まで包み隠されたテテは、不安感や孤独感を抱いていたようです。そんなテテの気持ちに寄り添ったのが親友ジミン。テテの制服を着て撮影したり、さりげなくテテが映り込んでいるセルカを投稿したりと優しく気遣っていました。クオズがお互いに支え合っていたことがわかります。なくてはならない2人ですね。同じ学校に通うようになったため、一日の大半を一緒に過ごしていた2人。学校生活も過酷な練習も共に乗り越えてきたのだと思うと、尊い気持ちでいっぱいです。バン PD も、そんな親のような目線で、メンバーの成長を見ていたのでしょうか。ジョングク。そして七男が、黄金マンネジョングク。BTS のメインボーカルを務める最強のマンネです。何でもそつなくこなしてしまうジョングクですが、練習生時代は、まだあどけなさを残した内気な少年でした。人前で歌うよう言われると恥ずかしくて泣いてしまったり、メンバーの後ろに隠れてしまったりと、とにかく人見知りで自信がないように見えたジョングク。しかし、優しいヒョンに囲まれてまっすぐに育った黄金マンネは実力をぐんぐん伸ばし、その歌やダンスは今や世界レベル。果たして、バン PD は、ジョングクがこれほどまでに成長することを予期していたのでしょうか。アーミーが何より愛する仲睦まじい7人は、ジョングクがマンネだったことも大きいかもしれません。6人のヒョンにとって、ジョングクが可愛くて仕方がないことは見ているだけで伝わってきます。愛されマンネは、きっとメンバーにとってはアイドル的存在だったはず。そして、人見知りなジョングクにとっても、安心できる居場所を作ってくれたヒョンたちは特別な存在だったはずです。しかし、そんな黄金マンネを迎え入れたい事務所は引く手あまた。ライバルだらけです。当時、韓国でオーディションブームを巻き起こしたスーパースター K に挑戦したジョングクでしたが、惜しくも予選で脱落してしまいます。それでも、ジョングクに可能性を感じてスカウトした事務所はなんと7社。その中には JYP などの大手芸能事務所も含まれていました。しかし、ジョングクが選んだのは、まだ無名で一番小さな事務所だったビッグヒット。これには、バン PD ではなく、RM の存在がジョングクを決意させたと言われています。今でも RM をリスペクトし、ロールモデルとしているジョングクの有名なエピソードですね。
スカウトされた事務所を見学して回っていたジョングクは、ビッグヒットを訪れた際、偶然、RM がラップをしているところを目の当たりにします。今思えば何か導かれるものがあったのかもしれません。RM のラップに感銘を受けたジョングクは、そのかっこよさに惚れ込み、ビッグヒットへの所属を決めました。ありがとう、RM。事務所の名前ではなく、自分が直接見て感じたものを選び取ったジョングクにも、まっすぐな純真さを感じます。バン PD にもジョングクにも衝撃を与えた RM の存在が BTS の起源と言えそうです。RM がバン PD と出会っていなければ BTS は始まらず、RM のラップを見ていなければ、ジョングクはメインボーカルの座にいなかったかもしれません。すべてが運命的な巡り合わせだったのですね。やはり BTS は今の7人だからこそ、これほどの人気を誇っているのでしょう。まとめ。今回は、バン PD が選んだワールドスター BTS の誕生秘話についてご紹介しました。奇跡の7人は、運命の巡り合わせによって、バン PD の元に集ったのですね。そんな7人の人柄に共通しているのが思いやる心ではないでしょうか。個々を尊重することで、個性豊かなメンバーが生き生きとしている BTS。そこには、バン PD の人選の秘訣も含まれているように感じます。バン PD が当時から世界で活躍する BTS の姿を思い描いていたのかどうかはわかりません。しかし、選ばれた7人が彼らの絆や努力によってこれまで成長を続けてきたことは間違いありませんね。